あなたは一生歩くことも話すこともできなくなってしまったら絶望せずにいられますか。2019年某日、スウェーデン北部の都市シェレフテオ。やめて、来ないで。昼休みを迎えた小学校の教室では2人の女子生徒がクラスメイトの少年から逃げ惑っていました。おい売春婦、尻くらい触らせろよ。またあなたなの？いい加減にしなさい。ヘラヘラと笑いながら女子たちの体に手を伸ばす少年。彼の同級生への嫌がらせは度が過ぎている部分があり、教師にとっては悩みの種でした。そして教師はこの数年後、彼をただ叱るだけではいけなかったことを痛感するんです。なぜなら少年はこの数年後に9歳の少女を強姦し全身不随にしてしまうから。9歳の少女を強姦し全身不随にしてしまった少年。誰の目にも届かない場所で彼が犯した絶対に許されない行為とは。大人たちは完全に見逃していたんです。少年が発していた危険信号。放送試験ちゃんです。やみやみかんな。というわけでね、以前ね、公開収録したじゃないですか。はい。恵比寿の C 社バシュメルでやらせていただいたんですけど、はい。その時サムさんがね、来てくれてね、はい。ちょうどね、それから今2週間ぐらいかな。うんうん。で、ちょっとね、今日撮影してるんですけど、はい。さっきまた連絡がありまして。何ですか？今からシュメル行くよって。焼肉近くで食べてるよって。全部個人情報もダダ漏れしてるんですけど。いいの？まあまあでも後日談だからね。そうそう。この動画が出る頃にはバレないんで。今からサムさんが来るんで会いたい人はどうぞ。時間差でしょこれで公開されてる時に。知ってるっていうボケ。というわけでね、ラッパー界の重鎮のね、サムさんとね、ここまで仲良くさせていただいてるのは光栄なんですけどね、本当にね、引き続きね、ちょっと宣伝にはなっちゃうんですよね。シーシャバー、シュメル、よろしくお願いします。今回はスウェーデンで起きた非常に胸が痛くなる事件をご紹介します。この事件ではわずか9歳の少女が犯人の非道な行いにより全身不随になってしまったんです。9歳にどんなことしたのよ、全身不随にさせるだなんてさ。これ本当に言葉を失うような事件なんですが、偶然起きたっていうわけではなくね、未然に防げたはずの事件なんです。事件の日を境に少女は以前のような活発な姿を失いました。それはまだ幼い彼女には重すぎる現実だったんです。自由を失った少女。2022年10月、スウェーデン北部の都市シェレフテオ。ボスニア湾に面した緑豊かなその町の病院にはリハビリに励む一人の少女が。これを握ってみて。そう、上手よ。あと少し指に力を入れて。病院スタッフが見守るその少女の名前はルナ。彼女は手のひらのボールを握ろうとしますが、その指は痙攣するようにかすかに動くだけ。ルナは苦しそうに息を漏らします。彼女は食事も自力では取れず、胃に直接栄養を送っている状態。家族や病院のスタッフは時折見せるかすかな表情の動きや声にならない合図からルナの思いを汲み取るしかありませんでした。ルナが体の自由を奪われてしまったきっかけは、2ヶ月前に彼女を襲ったあまりにも悲惨な事件。森の中で暴行を加えられたルナは重体で発見され、11日間も昏睡状態に陥った後、声も笑顔も手足の自由も失ってしまったのです。さらに事件のことを思い出すと体を硬直させて呼吸が荒くなり危険な状態に。激しいパニック発作に見舞われたルナはその度鎮静剤を投与する必要がありました。もともとルナは好奇心旺盛で創作活動やダンス、フィギュアスケートなどを積極的に楽しむ活発な女の子でした。事件が起きる数ヶ月前の春にはバレエの発表会にも出演。人前での表現が好きだったルナには YouTuber になりたいという夢もあったのです。また大の犬好きだった彼女は散歩中の犬を見かけると飼い主にお名前は何ですかと尋ね、いつも嬉しそうに撫でさせてもらっていました。あの日、あの事件が起こるまではルナはそんなどこにでもありそうな穏やかな日常を送っていたのです。こんなに明るくてさ、純朴な子がね、お話しすることもできなくなっちゃうだなんて、もうほんと胸がめちゃくちゃ痛くなってくるわよ、聞いてるだけで。ほんとそうですよね。この少女のね、人生をめちゃくちゃにした犯人っていうのは一体何者だったのか。まずはね、事件が起きたその日に遡って見ていきたいと思います。2つの顔。2022年7月7日午後5時半前、シェレフテオの町の外れの森で一人の少年が必死に声を張り上げていました。大変だ、森の中で女の子が血だらけで怪我をしているんだ。たまたま通りかかったカップルはただごとではないと悟り、少年と一緒に森の奥へ。そしてそこにいた少女の姿を見て言葉を失うのです。大丈夫？そこにいたのはそうルナでした。木の幹に両手をきつく縛られうなだれる彼女の周りにはおびただしい量の血だまり。乱暴に衣服を脱がされたその
体には殴りつけられたようなあざが無数に浮かんでいました。さらに首を靴紐で締め付けられたルナは今にも息絶えそうな状態だったのです。カップルの通報で駆けつけた警官は瀕死のルナを抱え病院へ。あまりの重傷に地元の病院では対応できず、ルナは救急ヘリで別の町の大学病院へ送られました。そして同じ頃、帰宅しないルナを心配した母親はいても立ってもいられず娘を探しに出ていました。ルナの通学路をたどった母親が行き着いたのは森の入り口に張られた警察の規制線。慌ただしく行き来する警官の様子に最悪の事態がよぎります。何かあったんですか？9歳の娘が帰ってこなくて。母親が話しかけると警官は悲しそうに顔を歪めこう答えました。奥さん、落ち着いて聞いてください。お嬢さんらしき女の子が怪我をして病院に運ばれました。その後、警官と共に病院に到着した母親が目にしたのはチューブにつながれた傷だらけのルナの姿。呼びかけても目を開かない娘を前に母親はその場で泣き崩れました。ひどすぎる。犯人はどんな神経してればそんなひどいことができんのよ。これね、余計に犯人の正体気になるんですけど、実はここまでの話の中で犯人は出てきてるんです。事件の翌日、警察はルナに暴行を加えた容疑者を特定し逮捕しました。連行されたのは女の子が怪我をしていると助けを呼んだあの少年でした。逮捕された少年の名前はアベル。近隣の中学校の生徒でした。取り調べが始まるとアベルは犯行を真っ向から否定。僕は何もしていません。森の中で彼女を見つけて助けを呼んだだけです。事件当日の状況を考えれば一見してその言動に矛盾はありません。しかしアベルの素性を思えば助けを呼んだだけというその言葉に信憑性がないことは明らかだったのです。事件から3年前の2019年、当時12歳だったアベルはとある理由から学校で問題視されている生徒でした。おい、尻くらい触らせろよ。またあなたなの？いい加減にしなさい。女子の尻や胸を無理やり触ったり売春婦呼ばわりして泣かせたり、クラスメイトに性的な嫌がらせを繰り返すアベルに教師はほとほと困り果てていたのです。さらに中学生の頃には教室にパソコンが置かれているのをいいことに、他にも生徒が大勢いる中で過激なポルノ動画を視聴。当然のごとく教師はアベルを厳しく叱りつけますが、結果から言ってただ叱るだけではいけなかったのです。それはアベルが14歳を迎えた夏のこと。モローイデン地区の地下道を歩いていた彼はそこで出会ったサイクリング中の女性を強姦しようとしました。被害女性はアベルをどの学校の生徒か特定し警察へ通報。しかし当時彼は15歳未満だったため、スウェーデンの法律では刑事事件として扱われず、調査を担当した福祉機関の記録に残されるのみにとどまりました。また警察はこの件に関して学校への報告もしていないのです。ルナを襲う前から普通に強姦未遂されてるじゃないのよ。ていうかその学校には報告もされないってどういうことなの？これはスウェーデンの法律上のシステムの弊害なんです。というわけで本日のメトラキーワード、情報公開及び秘密保持法について。情報公開及び秘密保持法は公的機関における情報公開原則と秘密保持を規定するスウェーデンの法律。この法律では病気や依存症、性犯罪に関するデータなど本人や近親者に深刻な不利益が生じる恐れがある情報の開示が禁止されています。この規定により今回の事件ではアベルの学校内の異常行動に関する情報が学校、福祉、警察の間で共有されていませんでした。もし彼の強姦未遂事件が発生した際に学校への情報共有がされていれば、過去の異常行動と照らし合わせ適切な処罰を検討することもできたはずなんです。女の子が倒れてるのを見つけて助けを呼んだだけ。取り調べで語られたアベルのその言い分は彼の過去の行動を思えば全く信憑性がありませんでした。そしてその後もアベルは依然として無実を主張し続けました。しかし警察が次のように話した時、彼は態度を一変させるのです。幸いにも彼女は助かった。話ができるようになればじきに全てがわかるんだ。実のところアベルは事件の日2度ルナの様子を見に現場へ戻ってきていました。ルナが亡くなったかを再三確認しに来ていた彼は、彼女は助かったという言葉に明らかな動揺を見せたのです。僕はただ殴っただけであんなことになるとは。アベルはそう言ってルナを素手や棒で殴ったことだけは認めました。しかし現場の状況はただ殴っただけでは到底済まされるものではありません。ここから長時間に及ぶ尋問の末導き出された事件の真相とは。靴紐が語る真実。2022年7月7日午後3時20分、夏休みを翌日に控えたその日、ルナは浮かれ気分で家路を急いでいた。明日からみんなといっぱい遊べるわ。そしてそれはルナが学校の近くにある森のそばの自転車道を通りかかった時のこと。
何？唐突にブレーキをかけたルナは怪訝そうに目を細める。道の真ん中で彼女の行く手を阻んでいたのはルナよりいくつか年上の少年、そうアベルだった。彼は無言のままゆっくりとルナに近づくと、彼女の腕をつかみ力ずくで自転車から引きずり下ろした。やめて！離して！ルナは掴まれた腕を振りほどこうともがくが、年上の少年に力でかなうはずがなく、そのまま森の中へ引きずられていく。人気のない森の中に何度となく響く打撃音。やがてルナがぐったりと動かなくなると、アベルは乱暴に彼女の服を脱がし始めた。鼻息を荒げながらルナの体をまさぐるアベル。ルナは抵抗さえできず、その恐怖の時間が終わるまで目をつむり必死にこらえていた。アベルはしばらくして手を緩めると、近くに落ちていたルナのスニーカーを拾い上げ、そこから靴紐を引き抜いた。彼はルナの両手を引っ張り、背後の木へとその樹皮がめくれ上がるほどの力で彼女の手首を縛りつける。痛い！意識を朦朧とさせながらもかすかにそう漏らしたルナ。そしてアベルの手にはもう一本靴紐が握られていた。彼はそれを両手で引き伸ばすと、現場の状況から推察するに、アベルのただ殴っただけという供述は通るはずもなく、警察は彼を問い詰めました。ただ殴っただけなら彼女はなぜ服を脱がされてたんだ？それに彼女は首に靴紐をきつく巻きつけられていた。殺そうとしたんじゃないのか？警察に問われたその事実を認めれば、強姦や殺人未遂の罪に問われてしまう。アベルはそれを察していたのか否か、信じられない言い訳をするのです。靴紐を巻きつけたのは、そうした方が可愛いので、それで首にキスしようと思いました。なんとアベルはネックレスをするような感覚でルナの首に靴紐を巻きつけたと話したのです。しかし結局警察がさらに追及すると、彼はルナの首を絞め、呼吸が止まったことを確認してその場を立ち去ったことを認めました。アベルが巻きつけた靴紐によって長時間の酸欠状態に陥ったルナ。こうして彼女は深刻な脳損傷を負い、全身不随の後遺症が残ってしまったのです。やってることものすごく凶悪なんだけど、本当発言を聞いてるとまだまだ子供って感じがするわね。逆にね、子供すぎたからこそね、犯行に歯止めが効かなくなったっていう部分もあるかもしれません。そして事件はこれで終わりではないんです。この後ね、ルナの家族の訴えがスウェーデン社会、そしてルナ自身にも奇跡を起こすんです。初めての言葉。事件から約5ヶ月後の2022年12月14日、シェレフテオ地方裁判所でアベルの裁判が行われました。強姦と殺人未遂を犯したアベルに下された判決は、精神科病棟への強制入院。病名は明かされていませんが、精神鑑定の結果、アベルは重度の精神疾患を患っていると診断されたのです。そのためアベルには懲役刑こそ課されないものの、退院の可否は厳しく審査されるため、この判決は事実上の無期限収容を意味しているといいます。この判決に加え、彼はルナへ73万クローナ、日本円にして約980万円の損害賠償を支払うよう命じられました。そして判決後、スウェーデン国民の間には怒りの声が相次ぐのです。少年は以前にも強姦未遂を犯しているのに、なぜ放置していたんだ？精神科への入院では処罰が軽すぎる。またルナの叔母エマヨデット・ウェッテルグレンも打ちのめされた両親に代わってメディアに出演し、涙ながらにこう訴えました。メイに起きたことは単なる犯罪ではありません。システムの失敗が生んだ悲劇です。このままではまた同じ犯罪が起きてしまいます。彼女の必死の訴えは社会を動かし、公的機関同士の情報共有を義務付ける法律、通称ルナ法制定の議論が開始。2025年7月1日には、その一部である教育機関は子供の犯罪を警察に通報する義務があるとする法律の施行が実現したのです。もうほんと事件の教訓が生かされる結果になってよかったわよ、本当に。本人とかそういう近親者のプライバシーをどうのこうのとか言う前にも、事件を未然に防ぐことの方がより重要よね。犯人が未成年だと特にね、プライバシーの問題っていうのはつきものですよね。未成年がね、犯罪を犯した場合に、今後の人生を考えてね、プライバシー性を保って名前を出さないかってところと、逆にね、他の犯人とね、同様に、ちゃんと名前を公開していくのかっていうところ、これね、議論が分かれるところでね、ぜひね、皆さんもコメント欄でね、意見をお聞かせください。2022年の秋、事件から3ヶ月ほどが経ったその日、大学病院の病室で、ルナの母親は娘のこわばった右手を懸命にマッサージしていました。今日もリハビリ頑張ったわね、ルナ。優しく娘に語りかける母に、ルナはゆっくりと視線を向けます。そしてそれは、母親がマッサージを終え、ルナの右手をベッドに置いた時のこと。
突然聞こえたその声に驚いた母親がルナの顔を見ると、彼女は必死でその口を動かそうとしていました。そしてもう一度はっきりとママと言ったのです。それは事件以来ルナが発した初めての言葉でした。少年アベルの異常行動が何度も見過ごされたために起こってしまった今回の事件と、事件を教訓に変化し始めたスウェーデンの法律、同じ悲劇を繰り返さないよう、僕らも改めて少年犯罪への向き合い方を考えていく必要があるように感じます。身近な子供のいたずらが行き過ぎていると気づいた時、あなたはどのように行動しますか？